天皇杯ラウンド16、アウェイでビファーレン長崎と対戦です。長崎は秋にホームスタジアムが変わるため、私は最初で最後のトラスタになります。なんとか勝って最高の思い出にしたい。長崎の試合は先日三沢で行われた試合を見に行きました。長崎は負けない力を持っているクラブだと思っているので気が抜けません。飛行機乗り場まで無事到着。朝ごはんを食べます。エビの食感がしっかり感じられて美味しかったです。無事長崎に到着しました。もうビビ君を見つけた。バスに乗って新地中華街方面に向かいます。街に馴染みまくっているビビ君。35分くらいバスに乗っていました。中華街に行く前にホテルに荷物を預けます。どのお店も中華テイストで一気に雰囲気が変わりました。お昼はちゃんぽんを食べようと思います。30分くらい並んでテーブルに着くことができました。これが長崎のちゃんぽん。白いスープはこってりしすぎず飲みやすく、麺ももちもちで美味しいです。まず一つ名物が食べられてよかった。次は観光スポットに行ってみたいと思います。路面電車、利用しやすくて大好き。これから平和公園に行きます。平和の泉。哀悼と願いが込められた泉です。8月の長崎に来られたのも何かのご縁。平和への祈りを捧げました。5分くらい路面電車に乗って森町まで来ました。目的はビビくんグッズです。街中に立派なショップがあってすごい。いろいろお買い物できて満足しました。外は暑く、熱中症対策で少し休憩をします。スタバがあってよかった。ブラックティーを飲んで体を冷やします。グッズは厳選しました。全部かわいいです。ここまで来たら見てみたいスポットがあります。ビファーレン長崎が秋から使用する新スタジアム、ピーススタジアムです。街中にこんな立派なスタジアムがあってすごい。J1 の舞台で絶対ここで試合したいです。そろそろトラスタに向かおうと思います。せっかくなので西九州新幹線に乗ります。ビビ君がこっちを見ている。列車は折り返し
新しい新幹線はテンションが上がります。8分くらいで到着しました。せっかくなのでリファーレンロードを歩いていこうと思います。おもてなしといって街の方と交流できるスポットがあるみたいです。アイスクリームをいただきました。お菓子までもらってしまった。いいところです。長崎諫早。おもてなしで熱中症予防に氷をこんなにたくさんいただきました。生き返る気持ちです。取るの失敗していたのですが、うなぎタレにつけるライスコロッケもいただいて、それがすごく美味しかったです。トラスタが見えてきました。歩いて30分、おもてなしの力もあってあっという間に感じました。ここでリリ君と遭遇。もふもふお手手にタッチできました。ここでももちろんグッズを買う。そしてスタグルも食べる。マリノスのスタジアムにも来てくださっている花咲本舗さんで角煮まんじゅうを買いました。そろそろスタジアムの中に入ります。角煮まんじゅうは安定の美味しさです。コラボグッズもバッチリゲット。
来れてよかったです。帰りも歩いて帰ります。疲労感がすごいので、帰りも新幹線で帰ることにしました。列車とホームの間に路面電車に乗ってホテルに向かいます。本日泊まるホテルはこちら。おはようございます。長崎遠征2日目です。今日も時間の許す限り観光します。ひとまず長崎駅に到着。コインロッカーに荷物を預けます。なんだかすごくお腹が空いていたので、朝食を食べることにしました。食べて元気をチャージします。長崎港ターミナルにやってきました。これから軍艦島に行きます。これが軍艦島。波が高くて上陸はできませんでした。軍艦島は明治から昭和時代にかけて海底炭鉱によって栄えていました。当時は東京の人口を超える人が住んでいたそうです。1974年に閉山となり、今は無人島となっています。2015年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。この街並みにはロマンを感じますね。さようなら軍艦島。次来た時は上陸したいです。無事に戻ってくることができました。所用で長崎駅に戻ってきたので、駅でご飯を食べます。トルコライスセットをいただきました。大好きなものが全部詰まってるって感じだ。ミルクセーキもいただきました。ミルクセーキって飲み物じゃなくて食べ物だったんだな。路面電車を乗り継いで、これから大浦天主堂に行きます。大浦天主堂は日本最古の現存するキリスト教建築物です。中には鮮やかなステンドグラスやマリア像があります。
グラバー園にもやってきました。グラバー園では各国から来日した外国人の住宅や洋館を見ることができます。長崎港が一望できました。飛行機が欠航になるかもとお知らせが来て、急遽新幹線で東京に戻ることになりました。バイバイ長崎、また来ます。長崎には11月にまた来ることができるかもしれないので、チケットが手に入れば新スタジアムで試合を見たいし、ビビ君にもまた会いたいです。ひとまず福岡までたどり着きました。ミスドでちょっとだけ休憩。今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったら動画の評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。SNS もよかったらフォローお願いします。明日はリーグ戦、セレッソ大阪と対戦です。国立競技場開催で盛り上がること間違いなしのはず。リーグ戦は勝ち点的に負けは許されないので勝つしかないです。チームを信じて応援しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。